あのね、今目の前で噴火しました。わ、すごーい。おーで、どうやらね、こうチケットとかは特に必要なくって、もう車でそのまま乗って対岸でお金を支払うっていうね、システムになっているとのことです。桜島フェリー、はい、落としていけと、速度落としてって言われました。よいしょ。OK、到着です。はい、ということで、乗船完了です。で、15分ほどで対岸の桜島に着くんですけども、実はですね、ここでゆっくりしてる場合じゃなくて、中でね、うどんが食べれるんで、そちらをね、食べに行きたいと思います。よいしょ。あっちですね、うどんって書いてあります。もしかしたら今日終わりかもしれない。そうなんだ。残念なことにね、うどん終わってました。17時台で今17時10分なのにうどん食べれませんでした。残念です。とりあえずこれだったんですけどもね、ダメだったか。非常に残念です。仕方がないんでね、自販機があったんで、自販機でお土産を買わせてもらいましょう。これがいいですね、桜島フェリー。売り切れ、目の前にねあるのに売り切れになったみたいです。そうなんじゃ。ついてませんね。お腹空いてたんですけどもね、というかね、このためにお腹を空かせたんですけども、ギリギリすぎてね、おうどんはいただけなかったみたいです。残念。桜島ね、噴火した噴煙が今もうあっちの方に行ってるんですけども、どうやらね、桜島の噴火っていうのはこうドカーンズードドみたいな噴火ではなくて、こうボンボンみたいな感じで噴火してるみたいですね。へえ、知らなかった。はい、屋上です。わー、お、船帰ってきてますね。お腹すいた。はい、出港です。さようなら鹿児島市。美味しい料理がたくさん食べれてすごく楽しかったです。鹿児島はね、またいつか必ずね遊びに行きたいです。はい、よし、ということで15分の船旅です。よし、到着です。よっしゃ。はい、桜島に上陸です。よいしょ。はい、お願いします。はい、1400円でした。 OK ということで、無事桜島にね上陸です。こっちだ。まずはね、Aコープに寄っていきましょう。よいしょ。ご飯食べてないんでね、ちょっとね、食材の買い出しをね、済ましておきたいと思います。よし、じゃあね、行ってきます。 OK ということでね、食材を買ってきました。鹿児島味の黒五目おこわ米と、あとね、鹿児島県民にね愛されてるチキンバーとお水ですね。全部でね922円でした。よし、ということでね、お買い物も終わったんで、宿泊場所にね移動しようと思うんですけども、その前にやっぱりね、桜島に来たらお風呂にも入っていきたいんで、すぐね後ろがもうお風呂ですんで、ちょっとね移動したいと思います。よいしょ。こちらですね。到着です。はい、ということでね、桜島マグマ温泉さんにね到着しました。で、お風呂に入りに行こうと思うんですけども、その前に先ほど購入したご飯を食べておきたいと思います。はい、こちらですね。鹿児島の黒さつま鶏とさつま黒餅を使用しましたって書いてあるんで、もうこれはね鹿児島です、間違いなく。で、こちらをね今夜はもうそのまま炊きたいと思います。はい、やり方は簡単らしくて、お水がね 320cc で、あとこちら、すごいな、いい色してる。僕の想像してるような色だ。鹿児島っていう色してます。僕の中でのねイメージって黒豚とかね、なんかそんな感じで黒いイメージがあるんで、これはねイメージ通りの炊き込みご飯です。で、これでもういいみたいですね。よし、じゃあ美味しいやつで炊きましょう。50分。はい、炊飯開始で、この間にねお風呂に入りに行っていきたいと思います。よし、行きましょう。はい、こちらですね。
桜島マグマ温泉さん、もう撮影はせずにお風呂に入ってね、ゆっくり使っていきたいと思います。はい、じゃあね、行ってきます。よし、はい、上がってきました。気持ちよかったです。海の近くなんで塩味のあるお湯で、硫黄の匂いもしてね、めちゃくちゃね気持ちよかったです。ちなみにね、入浴料金は390円で露天風呂はなかったです。はいはい、ただいまあと12分で炊き上がりですね。 OK。 よし、じゃあこの近くにね、車止めてゆっくりできそうな場所がありましたんで、そちらの方にね移動させてもらったいと思います。よいしょ。よし、ちなみにこちらの駐車場は RV パークにもなってるんですけども、お手洗いがね深夜は使えないんで、今回はね近くの、公園の方にね移動させてもらうことにしました。はい、はい、こちらですね、この右側ですね。はい、到着。はい、こちらはね、先ほどのお風呂屋さんのねすぐ近くの公園の駐車場ですね。お風呂屋さんの方に大きい駐車場があるんで、こっちはね利用する人がいないんでガラガラです。ちなみにね、この向こう側にある公園の方にはお手洗いあります。はい、よし、じゃあね、ちょっともうねこちらを宿にしたいんで、カースロープで車を平らにしてからね車内にこもりたいと思います。はい、ここすごい猫が多いですね。車止めてたらね猫集まってきました。はい、かわいい。はい、ということでね、車内にこもりました。で、そうこうしたらねご飯炊けましたですね。見てみましょう。せーの。おおすごいしっかり炊けてる。さすがは家用炊飯器ですね。上手に炊けてます。お、いい感じいい感じ。お、上手に炊けてます。どっかの誰かがね昨日フライパンで炊いて失敗したご飯よりもね完璧にね炊けてます。よし、じゃあちょっとこちら置いておいておつまみを作りましょう。チキンバーですね。もう揚げるだけなんですけども量が知れてるんでね全部揚げてしまいましょう。今回ね電気鍋で調理します。揚げ物はねこっちの方が上手に揚がるんで電気鍋使います。で、よし、こうですね。でこれで一旦加熱します。よし、揚げていきましょう。鹿児島県民のソウルフードチキンバーで、飛び散り防止。ちなみにこの状態で紙は燃えません。よし、どうかな。おお、いい感じいい感じ。よし、こんな感じでねひっくり返していきましょう。ちなみにね車数変しておかないと油なんかがねこんな感じに偏ってから揚げられなくなるんで、車はね極力水平にする方がいいです。よし、いいかな。よしよし、もういいでしょう。よっしゃ。はい、 OK。 はい、ということで上手に上がりました。本当に電気は温度を一定に保ってくれて発火の恐れがないんで、車内で調理する際にはね電気調理器本当におすすめです。でこちらとご飯、よいしょ。はい、よそったら完成です。はい、ということでね美味しそうな鹿児島飯ができたんで早速ねいただきたいと思います。いただきます。まずはねちょっと今回ご飯からいただきましょう。この炊き込みご飯果たしてお味は。美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。おこわみたいな炊き込みご飯で優しい感じの味ですごく美味しいです。これは何杯でも食べれる味ですね。これは。じゃあお次はチキン、果たしてお味は。美味しい。揚げるだけのねご当地チキンなんですけども、薄めのニンニクが効いたような醤油味で、これはねお酒に合いますね。ああ、そういうこと。鹿児島の料理ってねなんかどれも食べやすいいい味だなと思ったらお酒に合う味なんですね。なるほど、そうきたらね飲むしかないですね。いただきます。あー美味しい。昨日も今日もねいうか鹿児島に来てからずっと思ったんですけども、鹿児島料理はどれも美味しいですね。本当にねどれも素晴らしく美味しいです。はい、ということで、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。でもうね遅くなってきたんでそろそろ休もうと思うんですけども、とりあえず実際に使った金額なんですけども、昨日の時点で 98,089 円使って残金1119円だったんですよね。
ですけども、ここで上限を解禁してお土産代を除いて昨日と今日合わせて8890円使ってました。まあ最後の最後でね、全部の合計はしようと思うんですが、とりあえず使った金額はここでは一旦置いといて、観光を終えて使った金額が、合計で2712円なんで、全部の合計がこんな感じで10万801円となりました。はい。ですのでね、単純なね、旅としても、まあ10万円は超えてきてるんですけども、とりあえずもう上限はないんで、まあ贅沢はそこまでしませんけども、旅をね、楽しんでいこうと思います。で、これからの予定なんですけども、実は明日が旅の最終日の22日で、前後の都合があって、もうあと1日しか鹿児島に入れないんですよね。で、僕は鹿児島に来たら、日本最南端に回ろうというふうに思ってたんで、明日は日本最南端の佐多岬の方を目指して移動して、旅をね、終わしたいなというふうに考えてます。はい。ですのでね、約11日間の旅で、まあ明日が最後となりますのでね、最後まで楽しんで旅を続けてみたいというふうに思います。はい。よし。じゃあね、休む前にお手洗いにね、行かせていただきましょう。ああ、そうだ。足湯があるんだ。足湯があるんですけどもね、お湯がありませんね。時間制でしょうか。あ、朝9時から日没でした。時間があったらね、入らせてもらいましょう。よし、こちらですね。ちょっと行ってきます。よし、遅くなったんでね、今夜も休もうと思います。明日一日楽しみたいと思います。じゃあね、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は7時40分で、下の気温は 17.4 度です。昨晩はね、15度ぐらいまで気温が下がって、僕はね、こんな装備だったんで、すごく寒くてギリギリ朝まで休むことができました。で、起きて早々なんですけども、今朝は天気がそうなんで、この近くのね、桜島の展望台の方にね、行って桜島を眺めながらね、モーニングコーヒーの方をいただきたいと思います。はい。よし、じゃあちょっと車内片付けてから出発したいと思います。よし、じゃあちょっとお手洗い行っておきましょう。あら。おー。で、あ、お湯が溜まってる。足湯入らせてもらいましょう。はい。タオルね、持ってきました。おいで。おー。ここの猫は人に狙ってますね。よいしょ。あ、すごいなこりゃ。海眺めながら足湯疲れるみたいです。わー。よっしゃ。おー。気持ちいい。ちょうどいい温度。はい。あちらが鹿児島市ですね。鹿児島の街並みです。で、こちら側がね、桜島です。またね、噴煙が上がってますね。さっき噴火したんじゃないかと思います。よし、気持ちよかったです。多分ですけどもね、これ塩水のお湯ですね。塩水マニアにはね、たまらない足湯となってました。よし、じゃあね、片付けも終わってるんで、早速展望台の方に向かってみたいと思います。行きましょう。はい、渚公園さん、車中泊させていただきありがとうございました。駐車場はね、比較的平らで、朝まではね、車の出入りが全くなくって、すごく静かにね、休むことができました。はい。お、桜島噴火レベル3。こんなんも書くんですね。すごい。勾配時スリップ注意。灰が降ったらやっぱし道路がスリップするみたいです。おー、よし、はい、到着です。はい、湯の平展望所さんですね。ソーラー発電したいからちょっといい場所にいましょう。はい、到着です。よし、じゃあね、展望台に上がる前に、朝ごはん作りましょう。以前ね、買ってた唐揚げです。まだ食べてませんでした。よし。はい。5分ぐらい温めて、はい、パン。よし。よし。
マヨでキャベツでソース。これノンフライって同時にお湯も沸かしたら助かるんですけどもね、できないのかな。これ試してみましょう。よいしょ。 OK。 あちあちに温まりました。よし、でこれをこう乗っけて OK。 よし、でこれお湯沸かします。この間にこっちも仕上げましょう。ここにチーズですね、乗せたら炙ります。よし、はい、少々炙りすぎました。よし、これで OK。 こちらも OK ですね。よし、はい、完成。よし、じゃあね、美味しそうなご飯もできたんで、早速ね、展望台の方行ってみたいと思います。よいしょ、行きましょう。はい、この先ですね。おお、階段にね、灰が積もってます。すごい。よいしょ。おお、この先かな。おお、桜島。わあ、多分これ噴煙ですね。上がってます。景色いいな。はい、対岸がね、鹿児島市ですね。あちらから船に乗ってこっちに渡ってきました。ああ、椅子とかはないんですね。よし、でもね、こちらにね、日陰の椅子があったんで、こちらに座らせてもらってね。よいしょちょっと待って、灰だらけですね。困ったなちょっと灰だらけですけども、こちらに座らせてもらってご飯でいただきたいと思います。よっしゃ、じゃあね、いただきます。果たして展望台で食べるお手製バーガーのお味は。うん、美味しいです。最後にね、炙ったおかげでね、香ばしさが出てね、すごく美味しいです。うん、美味しい。桜島を眺めながら食べる朝ごはんはね、最高です。はい、どうやらここにね、売店があったみたいで、今9時になってね、開店したんで、ちょっとね、桜島土産が買えるかもしれないので、ちょっと行ってみたいと思います。せっかくなんでね、こちらでなんか1個お土産買わせてもらいましょう。すごいシャツが売られてますね、これ。リアルジャパン T シャツ。寿司和服武士。寿司和服武士。富士山桜島じゃないんですね意外とすごい。あ、いいのありますね。ミニボトル詰め合わせセット、火山灰粘土。へえ、固まるのかな。固めれるみたいです。これ楽しそうだな。これがいいですね。すごいなんか鹿児島をね、めちゃくちゃ表現してる木製マグネットがあったんで、こちらをね、いただきましょう。桜島も乗ってます。すいません、ください。はい、どうも。 OK、 購入できました。パリピみたいなね、マグネットです。よーし、本当にすごいな。西郷丼に黒豚に砂湯、白熊、桜島大根、これで桜島、鹿児島を詰め合わせたやつですね。よし、はい、9時回ったらね、車も増えてきました。で、こちらの場所でね、車中泊考えられてる方もいるんじゃないかと思うんですけども、匂いがね、結構硫黄の匂いがしてます。で、あとね、夜はね、夜景が綺麗そうなんで、出入りする車が多いんじゃないかと思うんで、あまりね、こちらの場所はお勧めできないんじゃないかと思います。はい、よし、ということでね、噴火した桜島も見れて満足したんで、もうね、いよいよね、今回の旅のハイライトの本土最南端の佐多岬の方を目指して移動したいと思います。はい、で、佐多岬までは海沿いの道をずーっと下っていくんですけども、約100キロで2時間ぐらいかかるんで、もうね、ゆっくりのんびり安全運転でドライブを楽しみながら行ってみたいと思います。はい、よし、じゃあね、行きましょう。佐多岬目指して出発です。でもその前にガソリン入れます。よし、行きましょう。ちなみにね、駐車場すごい砂です。はい、ガソリンスタンドです。
レギュラー満タンでお願いします。窓拭きありがたい。どうしてもね、埃が溜まっちゃうんでね、すごくありがたいです。はい、ガソリンね、ギリギリでした。危なかった。はい、ガソリン満タンに入りました。そしたらね、29リットルで5365円でした。リッター185円でした。よし、行きましょう。オッケー。よし、じゃあね、行きましょう。佐多岬に向かって出発です。この道はね、溶岩道路というみたいです。溶岩の通り道なのかもしれません。あ、ほんまに溶岩の通り道や。あのね、噴火した時用にね、溶岩が通るための通路みたいなのがね、できてました。すごっ。はい、ということでね、南を目指して移動してるんですけども、実は一つだけね、裏ミッションがありまして、っていうのもね、鹿児島にはね、カルカンっていうめちゃくちゃ美味しいお土産があるんですけども、それほとんどがね、あんこ入りなんですよね。で、僕はね、そのカルカンをお土産にしたいんですけども、あげたい人がね、あんこが苦手なんですよね。で、あんこなしのカルカンっていうのも中にはあるんですけども、それが極端に少なくって、しかもね、箱入りのものなんか今回の旅で見つけられてないんで、ちょっとね、道中で道の駅さんを巡ってみて、あんこが入ってないキャルカン見つけたらね、そちらをね、お土産にさせてもらいたいなというふうに思います。はい、道の駅垂水9キロ先。はい、ということで到着です。道の駅垂水浜平さんですね。よし、カルカン目当てなんでね、カルカンだけパッとね見に行ってみたいと思います。行ってきます。はい、カルカンありました。やった、よかった。いろんな種類があったんですけども、一種類ずつね購入させてもらいたいと思います。やりました。はい、お願いします。 OK です。無事ゲットできました。よし、で美味しそうなものもねいろいろあるんですけども、ちょっと持って帰れそうにないんで我慢しましょう。よしよし、いいのがゲットできました。 OK、 ミッションコンプリート。よし、じゃあね、お目当てのものも全部手に入ったんで、佐多岬目指しましょう。70キロで1時間30分です。出発です。よいしょ。はい、ふるさと館っていうねお店があったんでちょっと寄ってみました。なんかあるかな。はい、ふるさと館さんですね。よし、ちょっとね行ってみたいと思います。行ってきます。いいのがありました。ヒラマサがありました。実はね、鹿児島にはヒラマサ丼っていうのがありまして、で新鮮なヒラマサっていうのがねなかなか手に入りづらかったんですよね。なんですけどもね、この道中でね見つけることができましたんで、これいいですね。最後のね、締めの料理はヒラマサ丼をね作っていただくことにしたいと思います。はい、よし、じゃあね、ちょっとそうと決まればね準備しましょう。まずはね、つけだれにね半分つけます。はい、で半分を買ってた長崎県産のねタレでちょっと漬け込みます。とりあえず正しい作り方じゃないと思うんですけども、こんな感じでねやらせてもらいます。よし、でこちらのご飯はおにぎりにしときましょう。おにぎりにすればねいつでもいただけるんで。はい、 OK、 完成です。炊飯器をきれいにねお掃除しておいて、よし、これで OK ですね。よし、でね、ご飯なんですけども、僕が炊いたちょっとパサパサのご飯があるんですけども、これじゃあね足りないんで、こちらにねレンチンご飯が半分残ってましたんで、こちらをね使って、こうですね、はい、こうでこの2つをねちょっとブレンドして、ブレンド米にしてね温めましょう。よし、こうですね。よっと、はい、でここにねお水をたっぷり入れたらこれで OK ですね。よし、でこれを温めながらいきましょう。よし、 OK。 よし、じゃあ行きましょう。いいカンパチが手に入りました。ちなみに佐多岬までは約40キロで50分ぐらいで着くそうです。お、湧いてきました。絶好調ですね。左方向です。
はい、あとね 4.5 キロほどです。おお、見えてきた。あの先ですね、多分。おお、海も綺麗。あと3キロ。よし、はい、到着です。佐多岬。じゃあね、こちらにね止めさせてもらいましょう。 OK、 到着です。佐多岬公園の方に到着しました。 OK、 よいしょ。最南端の木もある。すごっ。わー、 OK。 ということでね、最南端までやってくることができたんですけども、実はですね、最南端はあちらの展望台の方まで歩いていけるんですよね。で、せっかくここまで来たらね、やっぱし最南端行っとかないともったいないんでね、今からね手弁当を持って歩いてね、あちらの方行ってみたいと思います。よし、ちなみにね、僕の時間がないんで結構急がないといけません。わあ、すごい木。よし、じゃあね、弁当準備しましょう。はい、ということでね、お刺身と漬けとお醤油、それからね、温めたご飯に丼にお箸ですね。よし、これでね、フルセットです。 OK、 じゃあね、行ってみましょう。佐多岬の先端までは徒歩で15分かかります。だからね、行って帰るだけで30分かかります。ああ、こっちかな。最短ルートは赤いルートですね。距離は書かれてません。で、ショートカットルートが使えない。いっぺん降りんといけんの？帰りは全部上りか。めちゃくちゃトンボが飛んでる。トンボの群れの中を歩いてます。なんかおめでとうってね、お祝いしてくれてるみたいです。トンボが。花吹雪じゃなくてトンボ吹雪ですね。なんだかんだでね、ここまで来れたみたいですね。あともうちょい。よーし、到着です。佐多岬展望台です。おー、到着。本土最南端の佐多岬に到着です。やりました。すごくいい天気でね、めちゃめちゃ気持ちいいです。海もすごい綺麗。日本最北端行って本土最南端でいいのかな、これは。までやってくることができました。やりました。今までいろんな端っこを攻めてきましたけども、ここはすごい見晴らしがいいですね。ちなみに向こうに見えるのが種子島と屋久島ですね。でね、最短の地といえばご飯なんで、ご飯いただこうと思うんですけども、一つ下のフロアに休憩所がありましたんで、そちらでね、のんびりいただきたいと思います。よし、こちらですね。種子島と屋久島見ながらね、丼の方いただきたいと思います。パッと作りましょう。しっかり温まってます。カンパチ、お醤油をかけたら OK。 はい、ということでね、鹿児島名物のカンパチ丼ができましたんでね、最北端の地でこちらをいただきたいと思います。いただきます。果たして最北端で食べるカンパチ丼のお味は。美味しい。カンパチがね、すごく新鮮でプリプリしてます。こちらは美味しい。脂が乗ってね、めちゃくちゃ美味しいです。よし、完食です。ごちそうさまでした。はい、ということで、完食です。やっぱりね、最短の地で食べる食事は最高ですね。で、そうこうしたらね、今の時刻がもう1時40分で、ちょっとね、本当に時間がないんで、急いで車の方にね、戻りたいと思います。はい。で、ちなみにね、向こうの駐車場はたくさんの人がいたんですけども、こちらはね、もう本当に5分の1ぐらいかなの人しかね、来てませんでした。
で帰ってきたらもう1時53分で、とりあえず2時前までにね佐多岬を回り終えることができたんですけども、実はね急いでる理由っていうのが帰りの航路にありまして、というのが今回の旅は岡山から出て、九州の西側の方を回りながら島を3島巡って佐多岬まで来るのは目的だったんですけども、ここからの帰りの件に関しましてどうやって帰ろうかなと思ってましたら、ご縁があって鹿児島の志布志港から大阪に行くフェリーのサンフラワーさんの方にね乗せていただけることになったんですよね。ですのでここから先は鹿児島の志布志港から大阪に向かうそのフェリー乗り場の方に移動しようと思うんですけども、現在の時刻が2時でフェリーが出るのが5時なんですけども、ここからねフェリー乗り場に行くのが頑張って急いでも2時間かかるんで、もうね時間が全くないんでバタバタしたというね格好ではあります。はい、ですんでね、今回はサンフラワーさんのご好意により志布志港から大阪に行くフェリーに乗せてもらうことになったんですけども、実はですねサンフラワーさんはこの10月1日から、商船三井さんと合併して商船三井サンフラワーっていうね名前に変更になったんですよね。でこのね合併を記念して端っこスタンプラリーっていうのが始まったみたいで、これをでちょっと紹介してくれというふうに言われたんで、いきなりね案件ぶち込むんですけども、今月の10月1日から来年の9月30日までの間に商船三井さんのサンフラワーで行くフェリー4航路のうちの2航路を利用して、さらに北海道の最北端と最南端に行ってアプリを利用したスタンプラリーが始まってるんですよね。でちょっとこれをねぜひとも利用してほしいというふうに言われましたんで、今もう1時59分ではあるんですけども、スタンプラリーの方を探してね、スタンプを押してみたいと思います。はい、アプリのインストールってあるのかな、これだ、ココアルっていうアプリです。はい、アプリ入れました。でこのねQRコードのスタンプがあちらの建物の方にねあるみたいなんで、スキャンしに行ってみたいと思います。はい、こちらかな。よし、こちらですね。このポスターのこの画像をね読み込むようです。こうですね。はい。なんか始まりました。スタンプ取得はこちらをタップ。こうかな。はい。OK。6つのうちのね1つを押すことができました。あとね最北端とフェリー2つ乗ればコンプリート賞がもらえるそうです。 OK です。よし。でね、ついでにね4曲巡りのね到達コインと、あと最南端証明書というのがねあるみたいなので、そちらもねいただきたいと思います。証明書というのがあるんですかね。これを1つください。はい、お願いします。はい、どうも。よし、じゃあねスタンプと証明書がゲットできたんで、今から頑張って志布志港の方にね向かいたいと思います。ちなみに志布志港はこちらで、今日はねこういった風に桜島から下ってきたんですけども、またねこういう風に戻っていくようになります。で志布志港までは87キロで1時間56分かかるんですけども、フェリーの搭乗手続きが14時から始まるんで、もう本当にね時間がないんで、もう今からね寄り道せずに安全運転で志布志港の方にね向かいたいと思います。はい、よし、じゃあね行きましょう。今回の旅のねラストランです。よし、ということで、無事志布志港にね到着しました。で現在時刻は16時5分なんですけども、もうね乗船が今開始されてました。で結局今回は、念願だった鹿児島県までねぐるっと回ることができて、九州を全部制覇することができたんで、もう本当にね7マイル系統の旅がね日本最北端から本州最南端までね回ることができたんで、本当にねいい旅ができました。はい。で結局ね今回かかった費用なんですけども、最終日に5977円使ったんで、旅で使った費用としては10万6778円という風になりました。ただしこの中にね2日間の休息日を入れたんで、その休息日の金額を含めたら12万6501円かかったんですけども、この金額でね島を3島巡って12日間ぐらい車中泊旅を楽しむことができましたんで、すごくね本当に楽しかったです。はい、じゃあね
サンフラワーの方はもう乗船手続きが始まってますんで、今から僕もね、急いで乗船手続きの方に行きたいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。斜め抜け九州旅お疲れ様でした。